はようございます。身の程配信、お騒がせ YouTuber、無責任 YouTuber、UFO チャンネルの UFO です。令和5年12月29日、金曜日、先負け。いいお天気です。寒さもちょっと緩んだ感じで。いよいよもう本当に残すところ3日ほどになりましたですね。この身の程配信も、本年終わりにしようと思っております。最後の、えライブにさせていただこうと思うんですけど、字幕を編集したりして、アナリティクスっていうところでチェックすると、時々以前の、配信した、のが出てきて、それを見返したりするんですけど、こう波が曲線っていうか棒グラフ、折れ線グラフがこうあってと、このすごい突出したところは3つか4つぐらいあるんですけど、そのうちの2つ目ですね。え去年の春ぐらいに、去年じゃない、今年か。えやったクラクラクダっていうのが出てきまして、誰かが見られたんだと思うんですけど、で、ちょっと見返したら、10分ぐらいの、ことなんですけど、配信なんですけど、その前にちょっと、いい加減なことを言っちゃいけないなというふうに反省してて、LGBTQ とか、AI のことについて、いい加減なことは言えないから、ちょっと自分の中で言葉を熟成させてから言おうっていうことを思ったらしくて、その後の配信だったんですけど、10分ちょっとだったんですけど、結構内容が深くてですね、やっぱり上がるところは、すごいやっぱり深い内容になってるんだ。皆さんそういうのに反応されるんかなと思って、聞きました。で、ここ最近はもう、1日おきのペースで、習慣というか、やらなきゃやらなきゃいけないってこともないですけど、やらないとこう落ち着かない感じで、今日は何をとか思ったりして、惰性になってきてるマンネリですね。ところがあったのかなと、ちらっと思います。最初は本当に自分が何を言おうかっていうよりは、自分の顔を見ながら、自分の中から出てくる言葉をこう、本当にあの、目的もなくやってたんですけど、10分もいかないやつなんか結構あるんですけど、面白いですね。そういう時の方が。そういうところへ、原点に立ち返りたいなっては思ってますけれど、暮れで、娘たちが帰ってきましてですね、あの、最初に、おとついに次女が、昨日三女が帰ってきて、Facebook ではもう、投稿したんで、
私の友達やなんかは知っておられると思いますけど、次女が、結婚することにしたって言って、突然言うんですね。おおとびっくりして。そんな気配は全くなかったので、そんなこと急にご飯の最中に言われて、嫁さんも知らなかったみたいですけど、妹には先に、私の妹に、先に、話したらしくて、おばさんですね。彼女からすると。親より先に言うんだと思ったりしたんですけど、相手がどんな方とかいうのも全然分かってない。そのうち連れてくるっていうようなことで。で、なんかこっちの地元の方の人みたいで、帰ってくるのか帰ってこないのか、仕事はどうするのって言ったら、わからんって言って、まだ全然そこまで決めてないみたいなんですけど、です。あ、びっくりしました。で、おとついはバイトにあったので、早く寝たんですけど、なかなか寝つけなくて、びっくりしたって、もう一回起き出して娘に言って、それから寝ましたけど。今日は朝、バイト休みだったんで、ゆっくり、昨日1日して、えーっと、すごい、お祝いっていうか、幸せな気分にはなりましたんですけど、同時にこの、なんていうんですか、不調の波というか、どんどん自分の中で波が来まして、鬱の波ですね。一応やることはやれるんですけど、風呂掃除もやったし、から昨日はお墓掃除にも行きましたし、ま、庭木の剪定した後の片付けなんかもしたんですけど、どうもこう、低空飛行というんですかね、気分が盛り上がらない感じで、どんどんこういうところで、大きな顔して偉そうなことを言うのがなんか、申し訳ない気分がすごくして、うーん、どんどんこう沈んでいくわけですね。それを見てたら、あの、幸せになっちゃいけないような、そんな資格がないような気分にもなって、これはかなり大きい、鬱だなっていうのを見ました。波ですね、やっぱり、気分の波ってやつは押し寄せてくるわけです。好調な時ほど、そういうのが来るみたいな。いや、両方セットなので、どっちか一方ってことは絶対ないと思いますね。昨日は30も帰ってきて、夜は、うーん、水炊きというか鍋でしたので、大変美味しかった。白菜とか、肉団子とか入ってるやつで、糸こんにゃくとか。大変美味しくて食べ過ぎてお腹壊しましたけど、三女も帰ってきて、私も結婚するとか言って、絶対言うよなと思ったんですけど、それは冗談で脅かそうと思ったり。その時に、話に出たの、私、すぐ影響を受けるんですよね。ビデオを見たり、映画見たり、本読んだりして、その世界にはまると、それによって影響を受けるんですけど、前に田中圭さんの主演かな？主演ではないか。田中圭さんとか石原さとみさんだったと思いますけど、その人たちが出てる、そしてバトンが渡されたっていう、絵があって、一人の女の子がお父さんと二人暮らしだったんですけど、あのお父さんに彼女ができて、結婚して、
で、その新しいお母さんと3人ぐらい知ったんだけど、本当のお父さんはなんか仕事を変えたくて、海外へ行っちゃうわけですね。で、娘とその新しいお母さんは、日本へ残るって決断をして、友達やなんかもいたしっていうことがあったのかな。で、どんどんそのお母さんがあ次々に新しい、パートナー見つけて結婚したりして、親がどんどん変わっていくんですけど、みんなその一人の娘さんを大事にして、で、その最後に住んでたのはその田中圭さんで、え結婚式まで行くんですけど、最後まででバージンロードをその3人のお父さん、本当のお父さんともう一人、お金持ちのお父さんもいて、それから田中圭さん。で、本物のお父さんとお金持ちのお父さんは今一緒に暮らしている田中圭さんが、バージンロードを歩けって言われて歩くやつで、それを見て次女と三女に LINE で、うん、そういう映画見て、地球が滅ぶ前にもう一回バージンロード歩きたいって言って、1ヶ月ぐらい前なんですよね。送ったんですよ。その時は、それはいつって言って、次女からは来て、返事が来て、それは、あなたの、幸せになる0.5秒前だって言ったら、じゃあ俺、バージンロード歩けないじゃんって言って返事来てまして、もう本当にそんな気は全然なかったんですけど、あの、そういうまあ、どっちが先か知りませんけど、私の話で影響を受けたわけではないみたいですけど、たまたまそういうことで。三女の方はもう、LINE を送っても何しても全然既読スルーで、そういう気配はないみたいですけど、えそんなどうでも身辺ネタですいません。Facebook に、それを言ったら、あれは何だったかな、年つまる次女が結婚するというってやつを、その、食卓の、次女の手だけ写ってるやつで、ご馳走と、アップしたら、60名ぐらいの方が、リアクションくれて、コメントでもお祝いくれてました。ありがたいことですけど。昨日は、田中圭さんが、長野オリンピックの、選手、それも、その前、長野の前にリレーハンメルで、銀メダル取った時の、すごい、飛距離を飛ばした、選手のじ実話を元にした映画でしたけど、原田雅彦さんが、長野では金メダルを取ったんですけど、田中圭さんの役の人は、その長野では、ちょっと、え故障して、え失意のどん底に落ちて、なんていうか、うん、テストの人になって、で、たくさん仲間と一緒に、最後には、日の丸ソウル、日の丸ソウルって言ってました。それで、日本の団体戦で金メダルを取るっていう裏方の役で出てましたけど、こう
今世の中、本当にどん底に落ち込んでますけど、多分それって、ものすごい、うん、金メダルを取る前兆ではないかなっていうのも思います。失礼します。なわけで、何を言いたいんだかわかりませんけど、あ皆さん、良いお年をお迎えください。Have a nice day, goodbye. いほチャンネルでした。ありがとうございます。